Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回はフロントライン炎上 PVP の闇について考えますというテーマでお送りします。最近 PVP 関連で何やらユーザー同士で炎上している件があり、それについても複数人から質問相談いただいています。自分はたまにクリコンをやるのと、フロントラインルレもね、適度に回したり、モグコレが来たらゴージをやるくらいだったので、常に PVP の情勢が分かるわけでもなかったのですが、今回話を聞いてみると意外にことは深刻だってことで取り上げさせていただきます。質問相談いただいてるんで読み上げます。はじめましてトラジオさん、質問というか半分愚痴になってしまいかなりの長文になることをお詫びします。トラジオさんは今の PVP コンテンツは楽しめていますか？自分はクリコン実装予告されたあたりから PVP にどっぷりハマり、なぎ説なのもあってインしたら基本クリコンかフロントラインをメインで遊んでいるのですが、最近の PVP 界隈の惨状に辟易としています。クリコンでは黒魔一強時代に始まり、不公平なマッチングや報酬のしょぼさなどから来るランク魔の過疎化、フロントラインゴージではクリコンでのスキル使用をそのまま流用したことによるゲームバランスの崩壊などなど、調整に関わる部分での問題も多いですが、最近では戦略の域を超えた害悪プレイをする集団まで現れ始めました。先日モグコレが始まったので、現在賑わっているフロントラインゴージを普段やったことない人にも楽しんでもらい、好きになるきっかけになればと自分の所属している PVP チーム主催でフロントラインゴージ講習会を行いました。無論各チームで申請合わせや談合などはしておらず、試合をしながらルールや各スキルの説明、コツなどを教える感じです。初めの数戦は初心者勢もわけわからんとなりつつも、キルやリスが取れたり、時には1位になれて喜んでくれていたのですが、自分たちも嬉しく思っていました。しかし最後に行ったフロントラインでの制圧戦にて談合リスキルの浮き目に遭いました。今炎上しているのでご存知かもしれませんが、ざっくり言うと3カ国のうち2カ国のパーティーが談合し、部外者の国だけをひたすら狩るというものです。トラジョーさんの今までのトラブル相談での回答を見るに、推察の一つとして戦略としてたまたま3位を2カ国が狙い続けたのかもしれないとおっしゃるかもしれません。確かに重要リスの取り合いなどによって3位の敵を狙うことはあります。しかし敵同士であるはずの1& 2位の国が互いに攻撃することもなく並走し、3位の国のリス地点に張り付いている時点で戦略もクソもない談合、嫌がらせ行為なのは明らかです。どうやら少し前にも話題になったクリコンで談合し、野良を30分も幽閉しキルし続けた集団の仲間らしく、またフリートライアルで PVP 参加できなくした要因になった集団でもあります。正直高ランクやランキング入り、アチーブ目的でもなければ PVP においての勝ち負けにゲーム内での価値はさほどありません。しかし講習会に参加して楽しんでくれた初心者さんたちが一転落ち込んだり、リス1の前で待機している敵たちに怯えている様子を見ると本当に悔しく、嫌がらせ行為で喜んでいる人たちが腹立たしくて仕方ありません。県の集団はだいぶ前から通報を何でもされており、バンもされているのですが、その度に別アカを作って戻ってきています。この質問をした後に何かしらの対応がされるかもしれませんし、運営が仕事していないとも言いません。しかしクリコンでの炎上騒ぎがあった後も、のんきに某アニメでの40ネタについて話している吉田プロデューサーに対して重要な調整などを放置、クリコン幽閉が炎上してから今に至るまで加害者は対応されていないのに、何かと快適であろうカスタムマッチで見知ったメンバーだけで何度も遊ぶのは PVP に不満を持っている人たち、害悪行為の被害者の気持ちを逆なでしていませんか？視察ファンサとして遊んでるなら、ランクマフロントラインゴージを遊ぶ方が問題への対策になり、吉田プロデューサーに会えるかもと過疎コンテンツへ人が集まることにつながるのでは？プライベートとしてなら別に遊ぶなとは言わないし、言える立場でもない。でも配信で使い吉田と認知されている散歩キャラを使うのは違いませんか？と理不尽な怒りが湧いてきて、冷静になると嫌悪感が出てきてしまいます。ここまで長文で愚痴を書いてしまい、トラジオさんからすればそんなのフォーラムで言えよとなるかもしれません。ただ個人的にはトラジオさんの PVP の現状に対する意見を聞きたいですし、何より40において影響力のあるトラジオさんが取り上げることで、これから PVP をプレイする人たちへの警告を兼ねた周知、加害者陣営への牽制、そして動画を見た人たちの反応を運営が見て害悪行為への対応を厳しく迅速に取り締まることを期待して、今回
質問愚痴をさせていただきました。結論、人としてどうかしている。正直これが真実ならやってることマジでありえないっていうことですが、内容的に運営はかなり対応しづらい状況なのかなと思います。まず談合の意味ですが、例えばフロントラインって3国で3チームに分かれて対戦するんですけど、そのうちの2チームの代表がゲーム内外で何かしらの方法で知人同士がコンタクトを取り合って残りの1チームを集中的に攻撃することです。これは一部の声だと戦術としては有効という話がありますし、一時的な同盟であれば作戦としていいのかもしれません。ただ今回問題になっているのは一時的な同盟でもなく最初から仕組まれたもので、終始1つのチームを2つのチームが狙い続けるのが問題になっています。戦術とするならば2位と3位のチームが1位のチームを落とすために一時的に協力して状況を覆すとなら分かりますが、1位と2位のチームが3位を永遠と抑え続け、さらには復活する場所に待機してリスポーンしたところを瞬時に狙い撃ちしてゲームを遊ばせない、リスキルまで横行しているとのこと。フロントラインって相手を倒したり拠点を制圧すればポイントを稼ぐことができて、合計1600点を3国のうちどこか1チームが獲得できれば勝者が決まるというものです。それを2国が協力してポイントを稼ぎつつ1つの国を0点にするまで抑える事象が起きたとのこと。確かに攻撃といって2チームがバトルをしているところに後ろから片方のチームを襲うっていうことはありますが、どんな戦い方をしても最低でもいくつかのポイントは入ります。それが0点ってことは明らかに0点に抑えようと2チームが協力しない限り至難の業なので、談合が疑われているということです。で、問題が起きた場合は犯人を発見すれば通報すればいいんですが、問題を立証するのがかなり難しいかなと思っています。談合している人がわからない、作戦と言われればそれまで、一般参加者が談合と気づかない、動画を録画していて明らかに不正な動きや同じキャラ同士が毎回同じことをしているとあれば運営に通報して対応してもらえるかもしれませんが、この辺りの立証がかなり難しいという点です。談合も裏でディスコードなど音声チャットであればゲーム内で談合した痕跡が残らないし、仮に直接話を伺ったとしても状況判断による作戦ですと言われれば、それどうなのって思うことでも明確な禁止事項でない限りまかり通る可能性があります。そして一番厄介なのが一般参加で気づかないという点です。フロントラインって定期的に軍師と呼ばれる人がいて、フロントラインや PVP のルールに詳しく、さらには何度も挑んでいる歴戦の猛者の人が一国を代表として作戦指示してくれる軍師をやってくれるっていうことがあります。フロントラインルレなど基本ランダムマッチングなのでいたりいなかったりすることがありますが、そういう人が軍師をすると戦場の状況や攻め方などをチーム全体で共有しつつ協力して攻撃できるんで勝率はかなり上がります。なので初心者から中級者くらいの人も軍師がいればラッキーっていう感じで指示にも従うことが多いのですが、これが裏で談合している人だったとしても気づかない可能性があります。例えば自分が総者党に所属していたとして、軍師が国家団を攻撃してくださいと言ったらタイミングを合わせて国家団に攻撃を仕掛けます。これフロントラインやってると全然よくあるし自然にある流れなので、だいたいこの状況って国家団と不滅隊がバトルをしていて、国家団の背後が手薄だから攻撃しようっていう流れです。仮に自分の総者党の軍師と不滅隊の軍師が裏でつながっていて談合していたとしても戦場の流れとしては自然なので、それが談合しているとは気づきにくいです。なので初心者の人は分かりにくいですが、見るべきポイントを抑えるなら攻撃後バトルをしているか、一方的な攻撃か、2国が協力してリスキルをしているか、攻撃が終わった後にその2チームが対面してバトルを行っているかです。お互いに攻撃し合うことなく1チームだけを一方的に攻撃しているのであれば、何かしらの手段を用いて集中攻撃をしているっていうことになります。これ自分が攻める側だったら有利に攻めてるからいっかとなりやすいですが、そういう状況なら自分であっても少しは疑っていいかもしれません。自分もね少し調査して動画などを拝見しましたが、24対24対24の合計72人でそういう人がいっぱいかといえばそういうわけでもなく、リスキルしてたのは2チームのうちの数人が結託していたシーンっていうのがあったので、もしかしたら少人数のグループで裏で談合しつつ味方に気づかれないように誘導しているかもしれません。
いずれも決定的な証拠がないので、ほとんどが憶測の話になってしまうので、 SNS でも話が迷宮入りしているのだと思います。話を質問者の相談に戻し、自分の意見を述べますが、質問者の方は講習会まで開いて初心者の支援などを行っているということなんで、かなり PVP コンテンツが好きなのだと思います。もしこの事件が真実なのであれば、その一途でまっすぐな思いと、これをきっかけに楽しもうと PVP をスタートした初心者の方たちの楽しみを踏みにじるような行為は断じて許されるべきことではありません。特に今の時期、モグコレっていうのもあって、普段 PVP やらない人もこれを機にやるっていうことが多いんで、そういった人たちも巻き込まれたり、それが理由でもうこの PVP は遊ばないとなればコンテンツ潰しになりかねません。とはいえ自分に何ができるのかを考えた時に、質問者と同じように自分もどうしようもないっていうのが、悔しいんで運営の対応を待つしかないでしょう。これだけ話題になれば運営もね優秀なんで、すぐに何かしらの、ことはね起きると思います。その中で自分ができることは、今回のように注意喚起、そしてフロントラインに参加した時に敵だけではなく味方の動きにも注目しながら進める必要があるかなとは思います。質問に赤バンされても別赤で復帰とありますが、そこまでしてやることかと思います。そんなことにね無駄な労力と時間と金を使うなら、それを別のことに生かそうが自分のためになるよって思うし、マジでこんなことしててね、得るものは何もないよっていう話です。赤番になっているのにもかかわらず、再度別赤で同じことを繰り返しているのであれば、故意であるっていうことは確実なので、めちゃくちゃ悪質な迷惑行為と言えましょう。犯人が分かればすぐに通報して再度赤番にしてもらうのがいいですが、疑わしきだけで何でもかんでも通報すると、通報合戦になりカオスになるんで、状況判断が必要になると思います。ここで質問者さんに一つ提案ですが、フロントラインのコミュニティを作ってみてはいかがでしょうか。クロスワードリンクシェルとかなら128名までいけるし、そこの参加者で、フロントラインで遊んでいる情報をね、共有して、もしそこに疑わしき談合の情報が重なれば、現場の意見として大きいと思うんで、お互いに意見をまとめた後で運営に投げかけてみれば運営も動きやすくなるかもしれません。そうなると監視みたいでそれを運営がやれっていうね、話になりますが、現状のモヤモヤを解決したいために少しでも動きたいのであれば、それも一つの手段です。あと同じような境遇の人もいると思うんで、賛同してくれる声は意外に多いと思います。もし行動して何かしようと思うのであれば、Twitter なり DM もらえれば話聞くし、クロスワードリンクシェル作るならそこに自分も参加します。常に一緒に動けるとは限らないけど、それで多少は動けるかなと思います。ということで今回以上になります。質問者の方、動くなら DM お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっとととらとらじろとっととらとらじろ、こんな感じに生きてゆくとらじろ